こんにちは、菅谷しおりです。今日の動画は登録者数5000人記念ということでですね、Q&A 動画、久しぶりに質問にお答えするっていう動画を撮ってみようかなと思います。事前にインスタグラムの方で質問を、ありますかと募集させていただいて、皆さんにお送りいただきました。ありがとうございました。今日はそちらにお答えしていきたいと思います。確か1000人ぐらいの時、結構前に一度質問にお答えするっていう動画を撮ったことがあったんですけど、もしかしたらその時お答えしたのとちょっと重なってる、被ってるものもあるかもしれないんですけど、また今の感じでお答えしていこうかなと思うので、新しく新鮮に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ケンハモで演奏する曲を選ぶとき、この楽器に合う曲、合わない曲はどんな雰囲気の曲でしょうか。そうですね、まず合う曲っていうのはその曲を表すキーワードとして情熱的とか懐かしい感じとか、あとコミカルとか、こんなところが合うかなと思います。逆に合わないというか、こういう曲を演奏するときは鍵盤ハーモニカの音のキャラクター的にちょっと背伸びをしなきゃいけないなっていう感じがあるのは、透き通った感じがするとか、透明感がある曲、あと優雅な感じ、こういうキャラクターの曲っていうのは少し仮面をかぶった感じで一生懸命やらないといけないなっていう感じが、体感としてあります。ケンハモを始めたきっかけはですね、私小学校入るくらいの時にピアノを始めて、で中学に入った時に吹奏楽部でサックスを始めて、でそこから音楽でやっていきたいなと、音楽の道を志すようになったんですね。で高校は音楽関係のところで、そこにサックスの専攻として入学をしてるんですけど、入ってみてやってみて、あれなんかサックスよりもピアノの方が向いてるかもみたいになって、高校2年の時にピアノ専攻に転校したんですね。でそこからピアノで、音大受験を目指していくんですけど、なので、高校2年から専門の楽器を変えて音大受験を目指すっていうのは結構チャレンジングなことだったので、全くサックスとかやりたいなとか思っても他の楽器に手を出す余裕っていうのは全くなかったので、ピアノ一本でやってたんですけど、でもその中でも管楽器っていうのが私なんかすごい好きで、その管楽器が好きだな、やりたいなっていう気持ちがなくならなくって、でピアノで受験を無事に終えて、その時にたまたまちょうど私のピアノの師匠の周りでケンハモブームが起きてたんですね。で、その師匠がシーコサックスやってたんだから鍵盤ハーモニカうまく吹けるんじゃないのみたいな感じで、勧めてもらってやってみたらハマったという感じ。そこからその管楽器のいいところと鍵盤楽器のいいところとちょうどいいとこ取りした感じっていうところで鍵盤ハーモニカにはまっていったという感じです。基礎練が知りたいです。あと巻き舌ができない人のフラッタータンギングのいい方法。ですね、基礎練っていうのは私実はあんまりするタイプじゃないんですけど、なんて言うんだろう、いつも同じ視点に立ち返って自分を見つめるっていう意味だったとしたら、私は呼吸だけをする時間っていうのをすごく大切にしてて、自分の呼吸をどうなってるかなっていうのを集中して見つめてみるっていう時間を取ることは大事にしてるんですけど、日によってやっぱり楽に吸って吐ける日もあるんですけど、例えばなんかこの辺ちょっと固まってるなとか、肩の辺なんか重いな、硬いなとかっていうので、なかなか息が思うように入っていかないで、出ていくのにもちょっとなんか力んじゃうなみたいな日があると思うんですけど、そういう時っていうのはそういうちょっと固まってるなって部分を気にして、これ以上固まらないように過ごしたりとか、あとは家でヨガしたりとかするっていうことも好きです。好きでやってます。あとは巻き舌できない人のフラッター。これね、フラッターに関しての質問他の方からもいただいてたんですけど、私フラッターというか巻き舌自体ができなくって、なのでフラッターできないんですね。なのでフラッターに関しては得意な方に聞いてもらった方がいいかもしれないんですが、フラッター
ができない方、代わりになりうる技としては、トレモロっていうタンギングの仕方があります。トレモロっていうのはダブルタンギングよりももっと速いタンギングっていう感じですけど、やり方としてはこうトゥクトゥクトゥクとかトゥトゥトゥとか、そういうタンギングの発音をしていくわけじゃなくて、下の先をマウスピースにつけて、で左右に素早く動かしてあげる。そうするとこう音が震えるような感じのタンギングになるというか、それがフラッターの代わりにはなりうるかなというところです。フラッターよりも合う場所、使える場所っていうのがちょっと限られてくるかなっていう感じがするので、例えば歌の途中がなって歌いたい感じというか、がなり的に何か演奏したいっていうところはフラッターすごく合うんですけど、トレモロだとちょっと違うかなっていう感じがするので、そういう表現をしたい時、そういう表現をしたい場所っていうのは、私はフラッターとかではなくって装飾音をうまく使ってそう歌い回しを考えるというか、歌い回しをするようにしています。ただ私もあんまり自分でフラッターができなくって困る場面ってなくって、あるとすればレッスンの時、フラッターどうしたらいいんですかって聞かれた時、まさに今みたいな場面ぐらいでしかフラッターができなくて困ったっていうことはあんまりないかなと思うので、あんまりそこに固執しすぎないで、じゃあフラッターができないんだったら自分でどうやって表現の幅を増やしていこうかなって、また別のやり方で増やしていって、ご自分らしさが出る演奏を作っていけたらいいのかなと思います。はい。鍵盤ハーモニカでデュオをするとしたらどの楽器が好きですか？ギターです。ギター。あと最近スティールパンとやってるっていう人の声を聞くことがなぜか多くて、スティールパンとやるのもちょっと気になってます。なんか合いそうだし好きそうだなと思っています。両手で鍵盤ハーモニカ弾く時の左手がどうすればスムーズにできるか知りたいです。フラッター奏法も。フラッターはさっきお話ししたので、左手のお話をしてみようかなと思いますけど、ちょっと楽器持ってきますね。はい、左手ですね。左手は角度がとっても大事です。人によって手の形によってベストな角度っていうのは変わるんですけど、私が自分の手で今のところベストだなと感じてるのは、できるだけ指と鍵盤が平行に近い感じで、指先が黒鍵の端っこちょっと過ぎたところくらいに来る感じの、この辺で発鍵はね弾くのが、スムーズかなと思ってます。黒鍵もすぐ押さえられるし、あとスムーズに演奏するには運指も大切ですね。どの指を使って演奏するかっていうところで、これユニゾンで演奏する場合、右と左同じメロディーを演奏するんだとしたら、両手の運指が同じ方が動きやすいんですけど、そうじゃない時、右手と左手が別の動きをするよっていう時は、できるだけ左手は真ん中3本の指、長さが揃っているところというか、長さとか向きが揃っている指をメインに使ってあげると黒鍵に引っかかりにくくなって、スムーズに弾けるかなと思います。あとはすごいシンプルなんですけど、大事なことが楽器ができるだけ揺れないようにしてあげること。具体的には間違えないようにしなきゃとか、何かしらで左手が力んでガチ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 って鍵盤を押さえていくように、押していくような感じでガン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 って弾いていくと結構楽器が揺れることが多いので、力まないで打鍵を軽くしてあげること。もうこの軽くてこの薄いこの鍵盤が動きさえすればいいわけなので、それ以上の力っていうのはできるだけ手放してあげられるといいかなと思います。あとは手の大きさが許せばなんですけど、左の手のひらで楽器のボディを少しサポートしてあげる。私は結構手のひらでこのフレームのところ、こういうところを押さえながら弾いていることが多いです。ちょっと動きが難しい時はもちろん離れるんですけど、ここからあんまり動かなくて済むよとか、そういう時にはサポートして弾いてあげられると少し安定するかなと思います。はい、次。
88鍵盤の鍵盤ハーモニカが発売されたら買いますか？88は結構大きいですね。今私がメインで使ってるものはこれ44鍵のモデルですけど、その倍ってことですよね。単純に長さがこれ倍になるだけでいろいろきついですよね。持ち運びも大変そうだし、そこまでいらないかもしれないですね。私の中で結構44件ってベストで、もし増えることがあったとしても、上下に高い方も低い方もあと2、3鍵盤増えるぐらいが、上限、そこが上限かなっていう気がしてます。鍵盤も始めようと思ってますが、何から始めた方がいいですか？これはですね、もしすでにお家に楽器があるのだとすれば、まずは好きな曲を吹いてみる。これに尽きると思います。好きな曲じゃないともう練習するモチベーションが全く上がってこないと思うので、まずはこれ吹いてみたいなって曲を見つけて、もうすでにあるのであればもうそれを吹いてみる。で、その時にちょっと早い曲選んじゃうと指の問題で、なんか動かない、なんかこれ以上うまくできないかもってなっちゃうと、それもそれでもうすぐにシュンってなって落ち込んで終わっちゃうので、できるだけゆっくりなテンポの曲を選んでみて、で、サビだけでもいいので吹いてみる。で、吹けたらもう楽器と一緒にカラオケに行ってエコーを聞かせて吹いてみる。もうこれだけですごい楽しいっていう感じがすぐに味わえると思うので、まずはゆっくりで好きな曲をサビからやってみる。これで試してみていただけたら楽しめるかなと思います。はい。鍵ハモの調律はご自身でなさるようですが、どのくらいの感覚でなさっているのですか？調律はですね、私はもう気になった時にっていう感じで、時期とか感覚とかそういうのは特に決めてないんですね。なので、気になる時で気にしなきゃいけない時、コンサートがあるとかレコーディングがあるとか、そういう時の前には必ず見直しをするようにしてます。なので感覚がどのぐらいかって言ったら難しいですけど、私のスケジュールが詰まっていれば調律の感覚も詰まってくるかなみたいな、そのぐらいの感じで特には決めてないです。鍵ハモ奏者として大切にしている考えや思いなどがあれば教えてください。大きい質問ですね。ありがとうございます。そうだなこの楽器って小学校でよく使われるわけじゃないですか。なのでコンサートとか、こういう YouTube とかで演奏すると、ピアニカだよねって、こんなことできるんだ、知らなかった、すごいっていう感じのリアクションいただくことがやっぱりすごく多いんですよね。で、それ自体はすごく嬉しくてありがたいことなんですけど、でもその聴いている方の持っている鍵盤ハーモニカへのイメージとのギャップ、私が演奏しているギャップ、そのギャップに甘えないようにしてます。どういうことかというと、そのインパクトだけで勝負したくないというか、音楽的にもこの楽器を演奏するということ的にも、一つの立派な楽器として私はこの楽器と真摯に向き合っているつもりなので、鍵盤ハーモニカのパフォーマーっていうよりかは、音楽家として誠実にこの楽器を演奏しているということが伝わるように頑張りたいなと思ってます。伝わるかな？演奏とは関係ないのですが、シールドの穴すぐ甘くなりませんか？自分で直せればいいなと思います。私はね、LINE でつないで楽器演奏することってほとんどないので、ちょっと何とも言えないんですけど、でもそもそも結構緩いなっていう感触は確かにあるなって思います。演奏してて取れちゃうっていうようなことがあるんだったらメーカーさんに行った方がいいのかなっていう気がしますけど、自分で直せるのかちょっとわかんないな。お答えにならなくてごめんなさい。でもそんな感じ。私もそういう感覚があります。はい。息が長く続けられることと肺活量は関係がありますか？肺活量が多いってことは、要はたくさん吸えてたくさん吐けるっていうことですよね。そういうことだとしたら、もちろん息を長く続けられるってことと肺活量はめちゃくちゃ関係があると思います。
ただ、楽器を吹く上での話をすると、単純に息を長く吐けたらいいかっていうと別にそんなことはなくて、息の密度というかスピード感をうまくコントロールしてあげられると、こう限られた肺の中にある空気っていうのを効率よく使えるかなと思います。多分この質問は息がすぐ足りなくなっちゃって困ってるんだよねっていうことなのかなと思うんですけど、他の管楽器でもそうだと思うんですけど、楽器が鳴ってくれる息の向きとか息のスピードっていうのがあるんですよね。で、鍵盤ハーモニカにももちろんそれがあります。正解は一つじゃないとは思いますが。なので、もちろんこう肺も大きくしっかり使ってあげられるように日々気にしつつも、楽に楽器が鳴ってくれる息ってどんな感じかなっていうところも一つ、研究対象に入れてあげられるといいかなというふうに思います。はい、これ最後です。ベンド奏法を教えてほしいです。ベンド奏法。ベンド奏法っていうのはこうピッチ、音程ですね。音程を変えながら演奏するっていう奏法なんですけど、まず言葉で説明してみると、強く息を吹き込んで、鍵盤を上げるっていうことで成立します。実際吹いてみましょうか。そう、こんな感じなんですけど、息をマウスピースのこう下の方に向けて、下の方に当てるようなつもりで吹いてあげるとうまくいくかなと思います。下の方に向けて、しかも息をこう固く入れてあげるというか、しっかり吹いてあげるとうまくいきやすいかなと思います。試してみてください。はい、ありがとうございました。今日はですね、登録者数5000人記念ということで、質問動画、Q&A 動画にしました。たくさん質問いただきどうもありがとうございました。また、インスタグラムの方でこうやって何か募集することがあったら、インスタグラムで配信していくと思うので、ぜひインスタの方フォローしてもらえたら嬉しいです。さあ、また動画作っていきたいと思います。ちょっとライブが今の状況でどのぐらいできるかわからないんですけど、できるだけ皆さんに楽しんでもらえるように頑張っていきたいなと思っているので、応援よろしくお願いします。それではありがとうございました。菅谷しおりでした。